じみある、しじみ。穴開いてないから。おお、でかい伊勢海老いるぞ。匂いがやべえ、鍋だ。皆さんこんばんは、ホモサビです。今日はね、田園地帯に来ています。まだ水ないですけど、田んぼはですね、水を使うので当然水路があるわけなんですけど、この時期まだ水を使わないので水門を閉めてるんですよ。だからこうやってね、流れてないんですね、水路が。生き物が閉じ込められてめっちゃ捕まえやすいんですよ。だから今日は用水路の生き物をふんだんに使った鍋を作ってみたいと思います。例えば土壌とかは冬の間水がない時は泥に潜って越冬するんで、冬見て何もいなかったところでもあったかくなると急に土壌湧いたりしますからね。あ、言いましたよ、いきなり。ほら、あれ土壌ですね。夜は寝てるんで無防備です。多分そこごと削った方がいいよね。ガリって。オッケー、いったんじゃね。いた。逃げてる。あ、オッケー。こいつ今安心してるからいける。バカ、いった目が今目開けてたら失明だったわ。あぶねえ。土壌一匹にした代償がでかいけどゲットです。お、タニシじゃねこれ。あれでも死んでる？身入ってないね。多分ね、去年越冬できなかったタニシですね。タニシも冬越せるやつと越せないやつがいるんで、餌食べてるやつは冬越せるんですけど、食べてないとね死んじゃうんですよ。一匹目。絶対さ、一匹いたらもういるね。ほらこれ土壌。あ、それも土壌じゃん。めっちゃいるじゃん。落ち着いていこうぜ。俺の目がなくなるから。これだよね。そう、それ。うん。あげたね。取れたね。ここはいないですね。いるとこといないとこの違いはですね、ここに草が生えてるかどうかですね。草が生えてるってことは、ここ最近まで水がなかったってことなんで、生き物はいません。逆に草が生えてないとこは、ちょっとでも水が残ってた可能性があるので、そこを探していくと、お、見てください。伊勢海老がいますよ、伊勢海老。あの伊勢海老取ろうぜ。あ、潜りやがった。でも大丈夫。お、入った。この伊勢海老も入れましょうね。本当はいちゃいけないんだけど美味しいからね。これ谷施設ある？中身入ってる。ドブのハマグリですね。これも入れましょうか、鍋に。よいしょ。ハマグリがいっぱいありますよ、ほら。今日の2軒目はなんか雰囲気はあるけどね。お、見て、しじみある、しじみ。淡水しじみ。これ生きてんじゃないのこれ。だってほら、なんか殻開いてるように見えるもん。ちょっとよいしょ。これは殻かな。生きてるシジミないの？シジミ食べたいんだけど俺。あ、でかいタニシいる。これは生きてんだろう。タニシの方が生命力高いからな。死んでる。あ、こいついるかも。穴開いてないからこれでも死んでることがあるから、ちょっと尊い犠牲として中身を確認するか。あ、まさかドロー。おお、でかい伊勢海老いるぞ。伊勢海老余裕だよね、マジで。伊勢海老頭悪いから。よいしょ。排水口に捨てたタバコが溜まってますね。ゴミ捨てんなよマジで。俺たちのスーパーマーケットにいたよ。これ土壌だよ。今度は逃がさんぞ。オッケー。待って、やばい。2匹入ってる。ラッキー。おい。食うけどね。土壌は例外でどこにでもいるんですけど、普通の魚たちはね、このタイプの水路にはいません。ここで水がせき止められちゃって下から上がってこれないんですよ。魚が泳いでくる魚さんたちはね、このタイプの水路にはいないので、それ目安で探してくださいね。あ、伊勢海老いた。伊勢海老マジ取るの簡単だよね。うお、掴んで自ら捕まりに来た感じ。君。いた。2匹いる。2匹。最初は落ち着いてやればね、自ら入ってきてくれることもあるから、今みたいに入ってきてくれる。オッケー。はい、こちら見てください。もはやレギュラー化してるヒガンバナ科ネギ属のノビルです。いわば野生のネギですね。毎回使っちゃってんだけど、魚たち鍋に入れると結構生臭いのよ。だからこれを入れるとね、匂いがね取れるからもらってきます。皆さん、これ今ノビルって言ったけど、これ朝月かもしんねえわ。こっちがノビルかもしんない。ノビルと朝月ってすごい似てて味も一緒なんで間違えちゃうんですけど、ノビルをなんかくねくねしてるからね、こいつよく見たらさ、まっすぐ伸びてるわ。で、前お話しした水仙毒草との違いはですね、葉っぱの端っこをピッて取ってすりつぶして嗅いでください。そうするとね、ネギの匂いがするんで、毒のやつは絶対ネギの香りしないんで、香れば大丈夫です。球根多分でかいんで美味しくいただきたいところ。おい、いい、でかい、いいノビルですね。よいしょ。お、やっといいノビル取れた。これはうめえぞ。この辺にね、ツワブキがめっちゃ生えてるんで、これ鍋に入れるとうまいんですよ、結構。よいしょ。キク科の春の山菜のフキの仲間ですね。よいしょ。今回取れたのはでけえザリガニと土壌とタニシ。これを持ち帰ります。いつの間にか泥水になってるわ。ちなみにザリガニはもうね、ウィルキンソン漬けにして持って帰ってきたんで閉まってます。水を変えます。そしたらまず土壌を分けます。氷入れます。でラップで半分蓋をして
料理酒を入れます。これでしばらく置きます。このドブの伊勢エビたちを洗います。めちゃくちゃ洗います。たわしでめっちゃこすってください。見えます？この溝。ここ泥が溜まってるんですよ。鍋にした時に臭いもんで。なんか俺毎回ザリガニをたわしでこすってる気がするな。次こちら、タニシです。タニシもね、表面見えます？苔と泥がすごいんですよ。腹ごといくから、今回はこすり落とさないと食えたもんじゃねえ。そしたらこのザリガニも料理酒につけます。料理酒最強だからマジで。次に土壌だけまた取り出して、よいしょ。こちらに塩を入れます。揉みます。魚の臭みはムチンっていうヌメリ成分なんですけど、塩で包むことによって浸透圧によってね、内側から水分と一緒にヌメリ成分が出てくるんですよ、外に。だからほら、塩がね、代わりにすっげーヌメヌメしてくるの。それで魚の匂いが軽減されます。これで洗います。これもう匂い嗅ぐとね、ほら、全然臭くね。いかにドブの食材って言ってもね、調理次第で匂いは消せますからね。そしたらザリガニももう漬け終わったんで、戻して、つわぶきです。葉っぱを落とします。程よい長さに切って、水を入れた鍋に入れます。これで一回下茹でをします。このツワブキはピロリジンアルカロイド類の毒が含まれているので、アク抜きをしないとね、食えません。春の山菜のわらびとかもアク抜き必須ですよね。まあ、数回食べたからって死ぬような毒じゃないんですけど、アク抜きした方が美味しいんですよ、普通に毒が苦いので。沸騰したら火を止めます。水を捨てます。ここにさらに水を入れて、で、皮を剥きます。表面に薄皮があって、こうやってピーって剥けるんですけど、これはツワブキも普通の吹きも同じです。で、皮が剥けたらまた水につけておきます。これを全部やります。ツワブキはですね、大気汚染にすごい強くて、ほんと街中の植え込みに普通に生えてますからね。探してみてください。犬のしょんべんがかかろうが、何されようがね、無敵なんですよ、こいつ。皮が剥けたんで、これでしばらく水にさらします。水を捨てます。次はこちらのノビルですね。これをまず洗いましょう。洗ったら根っこだけまず切り離します。これは別で食べると美味しいので。そしてこっちの細かい根っこはもう切り落としちゃいます、これは。そしたらこいつは薬味なので、崩れないように適当に、よいしょ。塊にしておきましょう。よし。これで具材は揃いました。あとは鍋にぶち込んで煮るだけです。じゃあ具材を入れていきます。まずザリガニ、タニシ。そして最後は土壌ですね。よいしょ。鍋を乗せて、水を入れます。火つけます。だんだん煮えてきたんだけどさ、匂いが、やべえ、鍋だ。やっぱさ、ノビルの存在でかいね。そしたらこちらにですね、だし用の昆布を入れます。昆布だし鍋ですね、今日は。これなんか泡でできたじゃないですか、これ。淡水の生き物を茹でてる時に出てきたこういう謎の泡はね、取った方がいいです、絶対に。これが美味しかったことないから。だいたい臭えから、絶対除去した方がいいですよ。今回取った土壌はですね、前言った皮膚の中を這いずり回るやべえ寄生虫、学校虫の宿主なので、必ず確実に加熱をしてください。茹でちゃえば大丈夫ですけど、半生とかで食べるとね、普通に感染しますからね。めっちゃ痛いから、ちゃんと熱してください。確実に10分以上は茹でた方がいいですね。茹で終わったんで、醤油を入れましょうか。ちょっと味見してみるか。うまっタニシとザリガニのせいでやっぱ海鮮味が強いな。これはなかなかうまいぞ。どれから食べよっかな。まあ、ツワブキかな。まず、いただきます。旅館。庭に生えてたとは思えない味がする。土壌です、土壌。いただきます。なんでこんなにカニの味がするんだ？土壌からとんでもねえほどカニの味がする。何これ？なんだこれ？土壌とツワブキ一緒に食べてみますね。いただきます。うまい！土壌鍋の味がします。ノビル食べてみますか？この太いやつ。もうほんとただのネギですけど。ちょっと甘みが少ないかな、普通のネギに比べると。次はこのタニシ行きましょうか。タニシはね、貝蓋の裏に爪楊枝を刺して、クリッとやると取れるので。ちっちゃい。タニシちっちゃいな、可食部。いただきます。お、やっぱタニシしじみだわ。うわ、でかいタニシ食いてー。皆さんタニシを取らないのは損かもしれません、人生において。食べてみ、マジでしじみの味するから。そしたら次ザリガニ行きましょうか。あ、違います。次は伊勢エビ食べましょうね。今身を剥いてびっくりした。スカスカ。あの水路さ、多分冬眠明けで何もいなかったから餌なかったんだろうな。ほとんど中身がねえや。めちゃくちゃちまい。いただきます。食感はすごいいいけど、匂いもカニだけども少なすぎて味がしねえ。最後このノビル食べましょうか。玉ねぎみたいに皮が剥けるんで。
剥いて、お皿に味噌とお酢ですね、お酢。これを混ぜて酢味噌にします。あとはここにつけて食べるだけです。これがね、超うめえんすよ、マジで。いただきます。うんめえ。うめえ。これ居酒屋にあったらさ、人類が幸せになるんじゃないか？ということで本日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録をお願いします。よければまた見てください。ごちそうさまでした。